こんにちは、さちこです。今日は実はプラスチックを含むものというテーマでお話をします。私自身、これってプラスチックなんだって割と最近気づいたものとかたくさんあります。プラスチックって、石油由来のものぐらいの大きさで言っているんですけれども、そう考えるとプラスチックって本当に硬いものから柔らかいもの、ビニール袋みたいな柔らかいものまでありますし、色とかその触った感じもそれぞれなんですね。ツルツルしていたり、結構布っぽい感じに仕上げてあったり、なので気づいてないことっていうのも結構あります。プラスチックを避ける生活をしていても、後から、これもっていうものって結構たくさんあったので、それをちょっと書き出してみました。今回リストにしたもの全部で21個になりました。これは、すごくわかりやすいプラスチックではなくて、隠されたプラスチック、なかなか気づけないプラスチックみたいなテーマで探してみました。もしかしたら私と同じように最近これがプラスチックであることを知ったとか、今まで知らなかったっていうものもあるかもしれません。参考にしてみてください。それでは、実はプラスチックを含むもの21個です。1、ガム。ガムってプラスチックなんです。なので、道端とかに落ちてたりとかすることあると思うんですが、あれは生分解されずに、劣化するので細かくなったりしますけれども、マイクロプラスチックという形で自然界に何百年と残ってしまうものなんですね。なので、ガムはゴミ箱へ。その前に、ガムも、天然ゴムでできているガムっていうのも少ないんですけれども、なくはないので、そういうのを探してみるのもいいかもしれないです。2、服。これ結構もう有名になってきているかなと思うんですけれども、化繊、ポリエステル、アクリル、ナイロンとかなどなどもたくさんありますけれども、そういうものは石油原料なので生分解されません。そして厄介なのが洗濯するたびに細かいマイクロプラスチックとなって流れていってしまうので、それってなかなか下水処理とかでも回収されないんですね。なので厄介。コットン 100% の服を着てますよっていう場合でもプラスチックを含んでいる可能性が高いです。というのも、縫ってある糸に関してはアクリル製であることが多いんです。ミシン使う人ならご存知かもしれないですけれども、こだわってコットンの糸とかシルクの糸とか選ぶこともできるんですけれども、既製服の場合ほとんどアクリルの糸だと思います。なので、その部分に関しては生分解しないプラスチック製品ということになります。3、紙カップ。例えば、ファーストフード店で紙のカップにドリンクを入れてもらって、蓋とストローを断ったからプラスチックフリーって思いがちなんですけれども、紙だけだとすぐに浸透してしまってビシャビシャになっちゃうので、内側に薄いコーティングがしてあります。なので、プラスチックは含まれるということになります。4、レシート。レシートも普通の紙の場合もあるみたいなんですけれども、でもほとんどがプラスチックを含むものです。感熱紙タイプのものとかは、プラスチックっていうことになるようなんです。だから、あれは古紙回収とかに出せないんですね。ゴミ箱に捨てるっていうことになります。5、缶。缶って我が家だとトマト缶を買ったりとか、夫がたまにお酒を買ったりするんですけれども、パッケージとしては
プラスチック缶瓶なんかがあったら、プラスチックを避けて缶や瓶にする方がサステナブルっていうふうに思うんですけれども、とはいえ缶も完全なプラスチックフリーではないんですね。缶って金属ですけれども、その金属が中身、例えばトマト缶ならトマトによって腐食して錆びたりとかして劣化して、で、その、錆びたものがじわーって食品に染み出したりとかするといけないので、その腐食を防ぐための薄い膜が内側にあるようなんです。だからその部分がプラスチック。6、ガラス瓶の蓋。今度もまたパッケージで言うと、プラスチックのパッケージよりはマシかなと思われるガラス。ガラス自体はリサイクルが結構できるので、ガラスを選ぶことはいいんですけれども、その蓋の部分も内側、金属の蓋の内側ってやっぱり缶と同じくつるんとしたコーティングしてあります。で、それがプラスチックということなんですね。7、牛乳パックとテトラパック。これはどちらも腰回収に一緒に出すことはできなくて別で回収されていると思います。で、さらに牛乳とテトラパックも分けて回収されています。この辺には訳があって、牛乳パックは紙とプラスチックの層になっています。テトラパックはそこにさらにアルミの膜がプラスされて3層になっているんですね。なので、牛乳パック回収していてもテトラパックはダメっていう場合もあるんです。で、テトラパックに関しては回収をしていて無料で郵送することができます。なので、テトラパックを回収してくれるお店がないよっていう方はぜひそれをチェックしてみてください。8、ラメ。ラメってキラキラのやつですけれども、例えばマニキュアに入っていたりとか、それから他のメイク用品にも入っていたりすることあると思いますし、あとは文具とか、例えばノートの表紙がキラッキラだったりとか、あとクラッカーをパーンと割ったらキラキラが吹き出してくるとか、いろいろあると思うんですが、あれは全部プラスチックで、さらに元から細かい状態なので、もう元からマイクロプラスチックっていう集めて掃除しても取り残しがあったりとかするので、良くない状態のものです。9、風船。風船もプラスチックです。なので、時々ヒューって飛んでいっているのを見たりとかしますけれども、あれとかは自然界にプラスチックを飛ばしちゃってるっていうことになるんですね。私が子供の頃は、小学校の時とか、風船になんか花の種をつけてみんなで飛ばすみたいな行事があったと思うんです。あれも緑を増やそうみたいな感じでやっていたと思うんですけれども、時代が変わって今はもうそういうのはないかなって思うんですけれども、ただなんかイベントとかで配っている風船とかはもうもらわないのがベストかなとは思うんですけれども、でももらったら絶対に離さずにしっかりゴミ箱に入れて焼却処分するっていう風にしないといけないと思います。10、バイオプラスチック。バイオプラスチックっていろんな原料、植物とかからプラスチック作るっていうのが最近出ていて、私も詳しい仕組みとかのことは全然分かっていないんですけれども、あれも自然素材が原料とはいえ、だからすぐに成分解するっていうものでもないようなので、ちょっとしっかり勉強しないといけないなって思っている分野ではありますし、バイオプラスチック使っていますっていう製品って結構新しい普通のプラスチックを混ぜていたりする場合が多い。なので、すごくエコですよって歌っている商品でも、よくよく見るとバイオプラスチック 100% じゃなかったりとかすること結構多いと思います。11、シリコン。
シリコンの原料、砂っていうのご存知でしたか？私は結構最近まで知らなかったんですけれども、砂から作っているんですが、でもシリコンも同じく 100% じゃなくて、ちょっとやっぱりプラスチックとか混ぜているようなので、特にグレードの低いシリコンに関しては、そのプラスチックの割合が多いっていうふうに聞いたことがあります。なので、シリコンは、繰り返し使うアイテムとしていいと思うんですけれども、だからその分やっぱり回数をたくさん使わないと意味がないっていうことになるんだなと思いました。12、ティーバッグ。これも、紙っぽく見えるものもあるんですけれども、かなりの場合、プラスチック製品です。なので、あれはお湯の中にジャボジャボンと入れて、その時に何百だかのマイクロプラスチックがふわーっと溶け出すらしいんです。で、それを飲んでいるっていうことになって、さらにそれを人間は排泄して、またそれが自然界に出ていくっていうことになってしまいます。なので、今のティーバッグ全部飲み切ったぐらいのタイミングでルースティーに変えようかなっていうふうに思っていただけたら嬉しいです。13、テフロンのフライパン。テフロンというのはフッ素樹脂とイコール同じものなんですね。フッ素樹脂って言っているくらいなので、それこそプラスチックです。でテフロンのフライパンって1年ぐらいすると焦げつくようになりますが、あれは日々の調理でその樹脂が剥がれ落ちてしまっているからなんですね。なので効き目がなくなってくる。ということは剥がれ落ちているものは食べている。そして自然界へ流しているということになります。14、タバコ。タバコはタバコの葉っぱ部分と紙とフィルターのところ、あれがプラスチックです。なので、ポイ捨てそもそも絶対ダメなんですけれども、ポイ捨てをすると、そのフィルターの部分はそれこそ何百年も地球上に居座り続けるものになります。あとですね、タバコの葉っぱのところも、それを例えばちっちゃな子が口に入れちゃったりとか、あとペットとかがパクッといっちゃって、それでかなり良くないことになるっていうのも言われているので、もう絶対にダメです。15、消しゴム。これもプラスチックなんですね。なので、消しゴムも消した後、パッパッて払いますが、細かいものはマイクロプラスチックということになってしまいます。なんですが、消しゴム、大人になると、使わなくても済むようになってきますが、例えば小学校、中学校のお子さんとかは必ず使いますよね。で、その時は、パッパッってする癖をちょっと集めてゴミ箱へっていう風に変えていかないとダメかなって思っています。16、塗料、印刷のインク。これもプラスチック。要はプラスチックを溶剤で溶かした状態のものがペンキとかああいうものなんですね。なので、外とかペンキ塗って、それが劣化してポロポロ剥がれている。あれもまた自然界にプラスチックを撒き散らしてしまうっていうことになるんです。17、接着剤。接着剤もプラスチック製品なんです。固まった後の状態のものを見ると、言われてみればプラスチックかなっていう気がしてきますよね。で、私はハンドメイド作家としてレジンを使っていた時期があります。レジンでアクセサリーとか作っていたんですが、レジンもああいう名前が、レジンっていう名前がついてるからあまり深く考えないですが、あれもプラスチックです。18、マニキュア。私は手には全然塗ってなかったんですけれども、足
ペディキュアを夏の間ずっと塗っていました。ただそれも去年かな動画を出したんですけれども、マニキュアやめますっていう宣言をして、それ以来塗っていません。マニキュアもプラスチックをかなり多く含んでいるっていうことを知ったからなんですね。これも乾いた状態のものを見るとわかりやすいんですが、確かにプラスチックだなと思って使うのをやめました。19、洗濯洗剤、柔軟剤。これは入れ物のボトルのことではなくて、液体の中にプラスチックが含まれています。どんなものかというと、マイクロカプセルというものです。液体の中にちっちゃいもう目に見えない花粉よりも小さいようなカプセルが入っていまして、何千何億わからないですけど、とにかくすごい数が入っていて、そのカプセルの中に香りの成分とかが入っているらしいんです。だから洗濯した後の服を着ていても、そのカプセルがじわじわと弾けて香りを出す。だから香りが長持ちしますよっていう風にできているみたいなんです。でこのカプセルはそもそもものすごい小ささで作られているので、なんかネットとかで回収できるわけもなく、全部海まで流れていってしまうということになります。20、日焼け止め化粧品。こちらも先ほどのと同じマイクロカプセルです。いっぱい使われているみたいなんです。例えば私がちらっと見たのでは、日焼け止めの成分を直接肌に塗ってしまうと、それで肌荒れを起こしたりする。だから、その日焼け止めの成分をマイクロカプセルで包んで肌の上に乗せるという商品もたくさんあるようなんです。あと化粧品でもじわじわ効果を出したいものとか、香りもそうですが、長く香りを保ちたいものとかはマイクロカプセルが使われていることが多いみたいです。21、農薬。農薬といっても農業してないしなっていう人多いと思いますが、化学肥料とか、あと殺虫剤とか、そういうものにまたマイクロカプセルが使われているみたいなんです。例えば、一回シュシュッとすれば効果が1ヶ月持続しますよというようなものって多いと思うんですけれども、そういうのはさっきの化粧品なんかと同じで、そのマイクロカプセルがプチップチッと時間差で少しずつ弾けるから1ヶ月長持ちするっていうことなんですね。なので化粧品も農薬もそれ以外にもすっごいいろんなところにマイクロカプセル使われているらしいんですけれども、どれも持続するものっていうのは結構怪しいのかなって思いました。以上、私が割と最近知った実はプラスチックを含むもの21個でした。いかがでしたでしょうか？他にもこんなものが意外とプラスチックなんですよっていうものがあれば、ぜひコメント欄でシェアしていってください。今日挙げたものは、自分次第でやめようと思えばやめやすいものっていうのもありますし、なかなかちょっと代わりのものがないなっていうものもあったかなと思います。なので、例えば私のマニキュアのように、もうそんなプラスチックなんだったらやめちゃおうってやめられるものから、ちょっと代わりのものが見つかるまで使わざるを得ないなっていうものもあるかもしれません。あとは、回収できるものですね。テトラパックとかそういうもの。そういうものは気をつけてちゃんとリサイクルできそうなところへ出すとか、それぞれ対処法があるかなと思いますので、全部一斉にやめる、どれもダメっていうことはちょっと難しいかなと思うんですけれども、一つずつ自分なりの対応を考えていただけたらなと思います。というわけで今日はこの辺でありがとうございました。またね。